ハイベスティー、ハヌだよ。今日は外でお送りいたします。今日はみんなから恋愛相談、恋愛質問、今恋愛どんな感じですかみたいなのをインスタグラムのストーリーで送ったらすっごいいっぱい来たから、この話をみんなと一緒に恋バナをしながらリラックスしようかなと思います。これはコーヒー。で、これね、あの、フライングフライングタイガーのコップなんだけど、冬限定なのね。なんかクッキーの家みたいな。で、この前フライングタイガー行ったら、もう冬のマグカップが売ってて、また新しいやつゲットしたいと思った。で、なんか一回買おうとしたの。そしたら、800円ぐらいして、私、800円も使ってたのと思って。あんま記憶なかったんだけど。カラースプレーの可愛いドーナツね。あとこれ、かぼちゃのプリン。これは食べたことないんだけど、かぼちゃの食べ物がね、マジで大好きで、もう秋の食べ物がいっぱいあるから食べるね。じゃあいただきます。めっちゃかぼちゃ。うん。落ちる。いただきます。うん。うん。今日巻いてみた。どう？これストレートアイロンで巻いてんだけど、めんどくさいからいつもやってないんだけど、今日やってみた。もう信じらんないぐらいだったの。こんなにみたいな。びっくりしちゃって、今すぐ動画にしなければと思って。まず私のことから話すね。私の最近の恋愛、どうだろうな。なんか、良くも悪くもみたいな感じかな、最近は。ね、ほんと虫、やめて。でも私の友達もね、そんな激しい恋愛とかあんましてなくって、結構みんな穏やかな感じで、見てたらなんか全員浮気してたとか、激しい事情があって、もっと聞かせてくださいみたいな、すごい気になっちゃった。恋愛質問しようと思ったきっかけの DM があるからちょっと読むね。あなたこんにちは。こんにちは。内容は男女の友情についてなんだけど、私にはとても仲のいい男友達がいて、付き合うの長くて親友っていうレベルなの。お互いに男女の友情が成立するなら、あんただけだよって認識でいたんだけど、昨日やっぱり言う友達以上の感情を抱いてる。付き合えるなら付き合いたいって言われたの。もし私が友達としてしか見れないならこのままでいいけど気まずくはなりたくないとのことで。私としては今の距離感がいいし、友達としての彼を失いたくないって思っちゃう。どう思うっていうこと。これめっちゃ偏見っていうか、なんか見たの、脳科学的にも男女の友情を証明しませんみたいな。そういうの見たし、私的にはお互いが恋愛対象の性別だったらもう100%絶対友達みたいな。関わりは一切ありませんみたいなのはないかなって思う。なかったとしても、それは結果的になかっただけで、なる可能性はあったんじゃないかなって思う。この子は思ってたとしても、彼は彼女のことを恋愛対象として見てたわけだから、もうその時点で違うよねって感じだから。でも、そこでそんな、なんか100%、もしあなたが恋愛対象として見てるなら無理です、みたいな。距離を取る必要もないと思うし、なんか白黒はっきりさせなくてもいいかなと思う。そのまま友達だ、いいんじゃない？大人ってさ、グレーゾーン多いじゃん。人との関わりで、もうここで、もう100%縁切るみたいなのする必要もないと思うし、なんか成り行きに任せればいいんじゃないかなって思う。自分も好きになったら私も好きになっちゃったって言って付き合っちゃえばいいんじゃない？ギズムの世界やめようよって思うんですけど、そういう自分も容姿がいい人にしか矛盾してますよねっていうことなんだけど、ルッキズムって結構なんかいろんな解釈があるんだけど、ルッキズムっていうのは人の価値とか能力とかをその外見だけで判断するっていうことで、彼女は容姿がいい人だけを好きになるって言ってるけど、その容姿がいいとか悪いとかは人それぞれだし、その個人の感性だから、そこはルッキズムと全く別の話で、別に結びつかないから全然大丈夫。自分の感情は自然な感情だから、それに従えばいいし、私がめっちゃこの人かっこいいと思ってても、他の人はかっこよくないと思うかもしれないじゃん。それは個人バラバラだから。それは別で、自分の好みを持ちつつ、外見で他人を判断しなければ大丈夫。元彼忘れられんよ、助けて。忘れるんで大丈夫です。絶対忘れる、絶対忘れる。私もなんかね、全然忘れられない人がいたのね。思い出したりとかしてたんだけど、でも、なんかすぐ忘れた。次の人ができてから。
次に好きな人ができて、秒速で消え去ったから、なんかすごい長くて、もう絶対忘れられないだろうなとか思ってたけど、秒速で忘れたから絶対忘れる。絶対大丈夫。花ちゃんと同い年です。付き合いそうな人からネトストされて付き合うから悩んでます。どのレベルのネトストか気になる。でも私も、例えばなんか気になってる人とか好きな人ができたら、その人のインスタのフォロー欄とか絶対見るよ。で、みんな見ない？私見る。うん。見て、例えばなんか女の子がめっちゃ多かったら、めっちゃ女の子多いじゃんとか思ったり、いらない落ち込みをしたりはする。うん。で、なんか趣味とかさ、結構分かったりするじゃん。フォロー欄で。こういう、この歌手好きなの私と一緒じゃんみたいな。そういうのやったりするから、そのレベルのネットストならいいと思うけど、どのレベル？うん。21歳、就活生。自分の人生に精一杯。vs、そろそろ彼氏いてもよくない？別に、就活生でしょ？一番大切じゃん。人生の結構いろんな分岐点あるけど結構大切じゃん。だから、マジ考えなくていい。自分の人生で精一杯でいいと思う。今、なんか、人生にさ、本当に集中しなきゃいけないタイミングって何個かあると思うんだけど、で、私は今、そのタイミングの一つだと思ってるの。で、彼女も多分その分岐点の一つだから、マジでそんな恋愛とかあんま考えなくていいと思う。落ち着いてからいくらでも考える時間あると思うから。空港で働く23歳。女性ばかりの職場で出会いないです。社会人の出会いの場ってどこでしょう？これ私も気になる。社会人の出会いの場ってどこなの？教えてほしい。マジでみんな教えて。やっぱり合コンとかマッチングアプリとかマッチングアプリ多いよね。私の質問箱にも、マッチングアプリをやってますとか、マッチングアプリでどうたらこうたらみたいなのがすごい来て、みんなやってるんだと思って。気になる、教えてほしい。社会人の方いましたら、皆さん、みんなに教えてほしい。どこで出会ったのかとか。レストランとか。なんかそういうナチュラルな出会い、なんか図書館でばったりとか、電車で毎日同じ席に座ってるとか、そういう素敵な出会いをしてみたいんだけど、やっぱね、待ってたら無理だよね。自分から言った方がいいのかな。声かけに行くとか。なんか運命を自分から作っていくっていうのはどうでしょう？空港とかさ、素敵な人いっぱいいそうじゃん。やってみたらどう？大学1年生です。いつもなら流せるような些細ないじりみたいなのも、最近はぐさっときます。多分心に余裕がないからです。最近は一人の時間の使い方が上手くなったのかなって思ってたけど、本当はこの夏休みあんまり人に会わないようにしてたから、必死に孤独を埋めようとしてたことに気づいて辛い。隠してあげる。自分のお世話をしっかりできてないと、他人に求めたりしちゃうの。なんかめちゃくちゃお腹が空いてる、本当に死にそうな人とかは、道に落ちてる汚い、なんか、残飯とかでも食べるじゃん。生きるために。食べちゃうじゃん。周りにどう思われると関係ない。食べちゃうじゃん。だけど、もうすごいね、整ってて、綺麗な生活しててお金もあって、みたいな。余裕があったら選べるじゃない？でそういうことで、多分この子は今、あんまり心に余裕が持ててないんだと思うの。だから、それはしょうがない。だから責めないで。もしかしたら、今はそういう、なんか人と付き合う時期じゃないのかもしれない。自分に余裕があるってすごい大切。生きる上で。余裕なかったらね、もうずっとイライラしちゃうし、もういろいろと最悪だから、本当に一回自分のセルフケアをしてみて。散歩とか超いいよ。マジで散歩おすすめ。散歩、今ね、秋だから絶対散歩したら結構ね、気持ちが晴れるし、なんか自分のやりたい、なんか、例えば、なんだろうな、絵描いてみるとか、本読むとか、うーん、編み物とかいいじゃん。編み物してみたりとか、自分の心に余裕を生まれることをしてみたらどう？そしたら、そこから多分ね、相手のこと考えれると思う。20代半ばの社会人です。恋愛に興味がなく結婚願望もないのですが、ここ1年ぐらいで周りの年上の大人が勝手に未婚を心配してきたりバカにしてきたりしてうるさいです。母親も恋愛経験がないかわいそうな人みたいな感じで見てくるのがめんどくさいです。めんどくさそう、めんどくさそう、お疲れお疲れ、マジでお疲れ。私はまだそのフェーズに行ってないんだけど、価値観がしっかりとあるなら、それをもう結構強めに言ったら、
私結婚しないで決めてるから大丈夫っていう、その自分がなんでこう思ってるのかとかを言ってみるとか。でもまあ別に説得する必要もないのか。どうなんだろうね。うざい。とりあえずうざいはうざいね。年を重ねていくごとに恋愛に対する悩みって変わると思うの。例えば中学生だったら、なんか体育祭で写真を撮ることになりました。すごいドキドキします。声かけた方がいいですかとか、なんかインスタ、フォロリクしたいですとか、なんか可愛い悩みがいっぱいあるじゃん。てかもうそんなさ、ちっちゃいことでも、その年だったらすごい大きいことに感じるじゃん。私もそうだったの。だけど、大学生とか大人、社会人になっていくと、例えばなんか同棲して結婚してとか、周りが結婚してすごいですとか、なんか子供とかも欲しいんだけどとか、そういう暮らしの悩みになっていくから、それ結構厳しいよね。どうしよう。私はまだ結婚とかも考えたことないけど、彼氏いない歴、イコール年齢、過去29歳。マッチングアプリ始めたけど疲れる。一人の時間充実しすぎてるし、楽しいです。めっちゃいいじゃん。一人の時間が充実できるってマジで天才だと思う。一回それを自分で褒めて。だって一人の時間を充実させるって、自分のことをちゃんとお世話できてるってことだから、それってすごく素晴らしいことだし、暮らしにとってめちゃくちゃスキル、すごいスキルだと思う。自立してるとやっぱりなんかいらないよねって思うよね。でもなんか自立した上で一緒にいたいって人ができたらそれってめっちゃ本当に素晴らしいじゃん。大学生の塾のバイトの先生を好きになってしまった高3受験生。犯罪です。読んでください。まず、塾の生徒に手を出す大学生とかしょうもなすぎるから、多分この子は別に手出されてないと思うんだけど、一回卒業するまで待とう。そっから。うち別にバイトだからね。そう。だからその人のパーソナル、なんか近いとやっぱ近かったり、その人と会う回数が増えると、好きって錯覚しがちなんだけど、冷静に考えたらただのバイトしてる男だから。結構錯覚だと思う。考え直してお願い。場先に毎週来る男の人に一目惚れして、夏休みになってしばらく来てくれないなと思ったらまさかの同じジム通ってたの。話しかけちゃおうかしら。絶対話しかけなよ。やばいね。羨ましい。私の前のバイト先は、なんだろう。結構家族とか、観光客とか、女の人が一人で来たりとか、そういう感じのとこだったから、あと詐欺師も来てた。私のバイト先が、なんか詐欺師のたまり場みたいになってて、だから、一旦とりあえず羨ましくって、同じジム、奇跡じゃん。絶対話しかけない。最高じゃん。でもめっちゃ羨ましいね。このドラマみたいな展開。バイト先でそんな展開したことないんで、すごく羨ましいです。異性愛者19歳大学生です。彼氏と仲いい状態と仲悪い状態が3日おきに変わるので、いつの間にかストレスになってます。わかる。私も結構トクシックな恋愛をしたことがあって、感情がすごい乱れるのね。それで、仲いいよ。めっちゃ良かったけど、めっちゃ仲悪いみたいな。本当に無理。マジで無理みたいな時と、マジで好きみたいな。ずっとこんな感じ、ずっとどんどんみたいな感じで、本当に疲れたし、ストレスだし、ずっと泣いてたし、最悪だったのね。そう。なんか好きな時は好きだけどね。多分自分のストレスになる恋愛ってどう考えても有毒だから、あんまりね、良くないと思う。ストレスにならない恋愛もあると思うから。だから多分この人とはあんまり合ってないと思う。この子がストレスになる理由がない。ストレスにならなくていいことだから。2回も振られて復縁した。大恋愛元彼が忘れられないよ。忘れられるから大丈夫。忘れられます。絶対に。もし忘れられなかったとしても、その昔の彼と今の彼って本当別人だから、その時のその彼を、その時の自分の思い出にある彼を好きなだけで、新しい人ができたらもう絶対忘れる。大丈夫。でもし、将来、なんかいろいろあって、その彼とまた巡り合ったらそれはそれで、そういう運命なんだなと思って受け入れればいいし、今は、忘れて、一旦忘れるの難しいか。まあ別に忘れなくてもいいけど、なんかその事実を受け入れればいいんじゃない？まあ、好きだな。多分まあ、そう。
きだなっていう、好きじゃないって、好きなのに好きじゃないと思って、自分の気持ちに反したことを思ってたら、反動でもっと思い出しちゃったりすると思うから、なんか忘れられないなっていう事実を事実として受け止めて、そのままにしておくべきだと思う。それが一番の解決方法かな。男子に体育祭で写真撮ろうって言われた。こういうの久しぶりすぎて好きじゃないけどドキドキする。私、体育祭で男子と写真撮った覚えないんですけど、羨ましいです。大学2年生、彼氏がオールカラオケしがちなんだけど、男だとしてもほうれん草しっかりしてほしい。普通にさ、私だったらなんかオール彼氏しがちな彼氏とか無理なんだよ。オールカラオケしがちな彼氏普通に無理なんだけどとか言って好きになるかもしれないけど、知らないけど、なんかオールカラオケしがちな彼氏全然信用できないから。21歳女、彼氏の好きなインフルエンサー見て病む毎日。前になんか B リアルあるじゃん。もう私1ミリもやってないんだけど、もうなんか通知がうざすぎて1ミリもやってないんだけど、B リアルで反応を見たら女の子しかいなくて、めっちゃ女の子友達いんじゃんみたいな。で、病んだみたいなのはあった。どういうインフルエンサーかにもよる。なんか結構エロで売ってる人とか、そういう人を好きな彼氏が無理かも。なんかちょっとエッチな感じで売ってる人とかいるじゃん。そういうインフルエンサーを好きな彼氏がそもそも嫌かも。そういう人はそもそも選ばないかもしれない。好きだった子と相談してた友達が付き合ってて超バッド。No。NG。どういうこと？無理なんだけどね。相談してた友達が付き合って、普通に友達になれない。戻れない。ありえないもんだって。で、私の親友が恋愛相談してきたら、恋愛相談してきた相手を恋愛対象と思うはずがないっていうか、友達じゃなかったとか、ちょっと意味わかんないな。7歳年上、蓋落ちました。いいか。7歳年上の恋愛、7歳年上との恋愛ってどう思いますか？全然あり。年上は全然ありなんだよね、私。もういろいろさ、遊び終わったみたいな。そういうのもあり。だから、彼女が何歳か知らないけど、16歳とかだったらありえないんだけど、全然、7歳年上は全然あり。めっちゃいい。人によるけど。大学生の恋愛ってそんな深く考えてないものなの？私は一人の人と付き合って結婚までしたいと思う。感覚は、その感性は本当に大切にした方がいいと思う。自分で恋愛に対する価値観が決まってるんだったら、それは誰が言ってもあなただけのもんだから、本当にそれはいいと思うし、この考え方、一人の人と付き合って結婚したいっていう考え方は全然賛成。でも大学生の恋愛ね、そのマッチングアプリとか、なんか遊びたいだけの人いるじゃん。男女限らずね。なんか今は遊ぶ時期って思ってる人もいるじゃん。だから聞いてみたら、結婚する気あるのみたいな。結婚観どんな感じですかみたいな。相手の返信の遅さがすごく気になってしまいます。それ以外は全部いいのに。それ以外が全部いいなら、もうね、LINE しないとかいいと思う。私は SNS ですごい喧嘩したの。なんかインスタで上げてくれないだとか、なんだっけな。それこそなんか返信の口の聞き方が冷たいとか、返信が遅いとか、既読してんのに返信してくれないとか、なんかそういうね、なんかよく考えたらさ、めっちゃしょうもないじゃん。なんでこんなインスタごときで悩まなきゃいけないのとか、後から考えたら思うけど、その時はもうお互いこんな感じでずっと喧嘩してて、SNS とかで。だから、原因があって解決できる悩みだったら、それを消し去るべき。絶対。そしたらうまくいくと思う。例えば、インスタで悩んだりしたり、病んだりするなら、お互いのインスタを外して、メッセージだけでやり取りするとか、メッセージしないで電話でやり取りするとか。多分返信の遅さって言ってんだけど、
相手の人はそんな考えてないと思うね。その人にもその人のペースがあるわけで、なんか合わせてって言っても、努力はしてくれるかもしれないけど、100%は直せないじゃん。だから、なんか、そもそもの原因を消せばいいと思う。だから例えば、この人だったら、なんか LINE はあんまりしないで、話すときは電話にしようよとか、そっちの方がもっと健全な恋愛できると思う。私はそうやったことある。付き合って2年目の彼氏が私の写真を全然撮ってくれません。可愛い。言ったら、撮ってよみたいな。私こんな可愛いんだから撮って。とか、なんかこうやって食べるときに、よくない？可愛こぶってみよう。この悩みはすごく素敵ですわ。大学生の女です。サークルの同期のトロンボーン演奏中の真剣な顔に見惚れています。なんか私もさ、小学校の時金管バンド入ってて、アルトホルンをね、こう弾いてたんですけど、この弾く時なんか、こうね、なんだっけこれ、マウスピースだっけこうあんじゃん。なんか、みたいな感じで、もうすごい顔になるの。なんか、めっちゃ可愛くないわけ。だから、演奏中で見惚れてるってことは相当好きなの。幸せになってください。はなちゃん、こんにちは。こんにちは。24歳女性で恋愛対象は男性です。正社員として働いています。最近の恋愛の悩みです。彼氏の性格が良すぎて、中身だけで好きになり、付き合ったのですが、見た目がどうしても好きになれず、肌が綺麗ではないのが原因だと思い、私も一緒に努力はするのですが、他人の見た目にどうこう言う権利もなくて申し訳なくて、自分最低だと思いつつモヤモヤしています。何かアドバイスが欲しいです。なんか相手の顔を見て、綺麗だなとか、あんまり好きじゃないなとか思う感情は自然な感情だから、そこに関しては責めなくて大丈夫だし、ね、その彼の好きなところがあるんでしょ。だからまあできることは、多分彼氏も、ね、彼女が悩んでることは言わなくていいと思う。なんか、あなたの顔がどうしても好きになれないから、ちょっと努力してくれないとか言うのもさすがにやばいけど、気づかれないように、一緒に皮膚科行ってみるとか、そう。なんかさ、肌綺麗な方がモテる、肌綺麗な方が良くないとかなんか適当な理由つけて、なんかレーザー打ちに行くとか知らないけど、別にそこに関してはいいんじゃない？でそれで、やめてほしいってもし相手に言われたらそこまでだけど、相手が別に嫌がってないなら、そこに関してはいいと思う。大学生、付き合って6年目になります。彼氏は中国のハーフなのですが、私の親が昭和脳というか中国に対して悪い印象があるようで、このまま結婚かと思いつつ、一筋縄ではいかないようで。これはさ、中国に限らず、国際恋愛、国際結婚とかあったらさ、あるよね。人生だから、本当にこの人と一緒にいたいと思ったら、それを一番大切にするべきだと思う。ね、それは親の考えはね、どうもできないからね。中国人のハーフってめっちゃ羨ましいんだけど、私本当中国人の顔がめっちゃ好きで、なんかね、眉毛濃いめで、すごい彫りが深くて、鼻がなんかしっかりしてるみたいな。顔立ち中国人の顔立ちがすごい好きなの。めっちゃタイプなの。ああいう顔が好きで、なんか私の SNS にすごい中国の、名前忘れちゃったんだけど、ちょっと忘れたんだけど、あの人がめっちゃ出てくるの。私の SNS に。信じらんないぐらい。なんか新しいマガジンとかに掲載されたら、すっごい出てくるんだけど、あの人の顔が本当にタイプすぎて、見てしまいます。中国人の彼氏結構羨ましいです。記憶を美化してしまって、あの人じゃなんか嫌だなと思ってしまい、ここ半年、ダメです。それはしょうがない。人々はとか言って、人は過去の記憶を美化するんです、絶対。私経験者。本当になんであんな好きだったんだろうって思うもん、私も。そんなに会ってなかったんだけど、すごく記憶が美化されて、今じゃ本当に何だったのって思う。なんか本当、もうわからない、あの時期。本当に何だったんだろうって思う。から、気にしないで。忘れられないと思うけど、忘れるから大丈夫。事件も来た。
ここのカーディガンドットなのめっちゃ可愛くない？すごい可愛すぎるんだけど。二人からアタックされてどっちもいい人なのでどっちがいいのかわからない。こういうね、なんか竹内まりやの歌詞みたいなさ、なんか争わないでみたいな、こういう時期ってマジで一瞬スパークリングでパーンすぐ消えるとね、二人にアタックされてるんでしょ。この時間大事にした方がいいと思う。私使ってるわみたいな、そういう感じでいこう。17歳初デートしたよ。次のデートのノリがわからない。映画とか動物園とか水族館とか。でも私の経験上で一番最悪だったデートっていうか、一番つまらなすぎたデートは水族館だった。別にその人が悪いわけじゃないんだけど、なんか本当になんか誰もなんか何も喋らないし、なんか話そうともしてないっていうか、何これみたいな、別になんかクラゲいるなみたいな感じで終わったっていうか。大学入ったけど全く出会いなし。みんなどこで出会ってるの？恋愛ゼロ過ぎそう。ゼロで過ぎそう。ゼロで過ぎることは多分ないし、まあ、別に過ぎても過ぎたで OK。それはよくって、大学生はみんなどこで恋愛してるんですか？気になります。あれかな、合コンとか、合コン、マッチングアプリ、バイト先、なんだろう、飲み会、あと何、あと何、そんなもん、友達とか、そういうなんか大学生の青春みたいなの私はやってないので、みんなの青春あったら教えてほしい。青春してるっていう気分になりたいので。はい、終わり。みんな送ってくれてありがとう。こういうさ、交流するのすごい嬉しいんだけど、みんななんかさ、いつもさ自分で一人で喋ってるから、誰が見てるのとか思うけど、こう見ると、人が見てるんだなってちゃんと認識できるのがすごい素敵。もうね、こんなにあんの、何個来てんの分かんない。こんな感じで、なんか信じら1000個くらいあるんじゃないってくらいあって、みんな送ってくれてありがとうな。わざわざさこうやってね送るっていうことをしてくれるだけで本当にありがたい。マジで嬉しい。私とねお話ししようって思ってくれたことをまず感謝します。ありがとうございます。あと見てくれてありがとう。ちょっとドーナツボロボロ落ちてるわけ。これがね、から後で食べるわ。ありがとう、見てくれて。みんなの恋愛観を聞けてすごく嬉しかったし、私の話もちょっとしてみた。みんなの参考になれば嬉しいです。っていうか、みんなが今の時間を楽しんでくれたら嬉しい。ありがとう、見てくれて。じゃあ、私は今日はご飯を食べに行くので、ちょっともうそろしたら出ようかなって感じ。てか最近服作ってんだけど、もうすぐスウェットとトートバッグとかが出る予定だから、トートバッグとスウェットなくて探してるみたいな人とかもしいたら絶対買わないで。私が可愛いの出すから作ってるから。そういう感じで終わりますので、じゃあまたの動画でお会いいたしましょう。ありがとう、見てくれて。インスタグラムとツイッター、X とポッドキャストともうなんかもうねいっぱいあるんだけど、全部下のリンクにあるから見てね。自分の気持ちをヘルシーに自分にヘルシーな生き方をしてみてはいかがですか？なんか有毒な恋愛って本当にあると思うから、自分が本当になんかずっと泣いてるとか悩みが絶えないとか、そういうのだったらなんかそこまで我慢しなくてもいいのかなって思うから、自分の幸せの先に恋愛がなかったら別になくてもいいと思う。つまりあなたが幸せでいてくれたら私は嬉しいです。ありがとう、見てくれて。じゃあ私はここらでやめて、ちょっと作業だったりとか準備だったりとかをしますので、みんなも健康に過ごしてね。ありがとう、見てくれて。また次の動画で会おうね。
のコーデはこのマスタード色のバナナリパブリックのカーディガンに上下がユニクロのもう900円ぐらい買ったタンクトップで、これがねどこかわかんないんだけど口入ってて、このウエストが紐になっててめちゃくちゃ可愛い紺のスカート、これにこれ